一斉のせっこんにちは、ひまです。今回はですね、私の最新版美白レシピということで、まあね、もう夏になってきて、もう日焼けの季節じゃないですか。なので今回はもう美白を目指しているひまの完全なもう徹底日焼け対策動画を撮っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい。ということで、毎年日焼け対策の動画をたくさん出してきますけど、毎年のように、ひまちゃん今年も動画を撮ってほしいっていうコメントをもうたくさんいただくんですよ。なので、今回は美白をめちゃくちゃ意識している私の最新版、はい、日焼けケアなんですけれども、どうだろうね。なんか、私はもともと、じゃんこんな感じで、小学生の頃はもうめちゃくちゃ真っ黒だったんですね。で、コロナ禍で、自粛期間があって、そこで、自粛するじゃん。家で。ね、ステイホームだったじゃないですか。そこで、日焼けが治ってきて、だんだん。あれみたいな。自分って意外と肌白くできんじゃないって思って、そっから維持し続けている感じです。なので、かれこれ7年ぐらい日焼けケアを頑張ってきて、なので今回はね、皆さんにたくさん紹介していきたいと思います。皆さん大必見ですよ。今年の夏ぜひ意識してみてください。と言っても私もね、意識しきれてないところはありますが、はい。じゃあまずですね、一つ目は、じゃーん日傘でーす。こちらは、おニューの日傘を買いました、今年は。こういう感じで、はい、日傘です。で、これはちなみに 2way になってて、ポキポキ折れまして、こういう感じの折りたたみにもできちゃいます。私はこれだけじゃなくてもう一個折りたたみにもならない大きい傘も持ってるんだけど、これはサンバリアっていう日傘なんだけど、もう毎回のようにね、ひまちゃんまた今年も言ってるよって皆さん思うかもしれないんですけど、本当に毎回言っているのは、その 99.9% 遮光よりも、やっぱり 100% 遮光のものがいいみたいなので、私はもう絶対に 100% 遮光の日傘をいつも買っています。日傘は結構もう長年使うものってずっと思っているからこそ、傘にしては高いんじゃないかなと思うんですけど、サンバリアっていう傘を使ってます。あとは、UV カットパーカーとかも一応買ってはいるんだけど、なんかでも暑くて着たくないのであんまり UV カットパーカーを着てなくて、どちらかというと日傘で頑張ってる。まあでもこれでも頑張りきれないの。本当は、折りたたみでもなくてめちゃくちゃ大きい日傘がいいんだって。日傘はね、大きければ大きいほどいいのよ。ごめんなさい、それは言い過ぎました。でも、本当に大きければ大きいほど日から守れるからいいんだけど、大きいのもね、今持ってるんだけど、使ってるんですけど、やっぱり、道端とか大学とかそれこそ持っていくと本当に人に当たるから、良くないなと思って、この折りたたみサイズぐらいの、はい、傘を、今回おニューで買いました。日傘はもう絶対に持っていきますね。もうどこにでも。夏だけですけど。冬はそんなに日焼け対策は意識してないですね。って思います。次は日焼け止めですね。日焼け止めはもう本当にいっぱい、もういろんなのをね、使ってるんだけど。こんな感じです。でもこれを全部使ってるわけではなくて、じゃあどうやって分けてんのっていう話ですけど、まず、顔はいつもこれだね。だいたいこれ系。私は、下地をね、塗るときに、日焼け止め効果がちょっと入ってる下地とかあるじゃん。じゃなくて、もう日焼け止めを絶対塗りたいんですよ。だからもう日焼け止めを下地にずっとしちゃってて、このアリーのクロノビューティーカラーチューニング UV011 顔用の日焼け止め、アリーの。これをもう一番重宝してます、この中で。これは SPF50 プラスの PA プラス4なので、これはもう完全に完璧ですね。ねえ、この、ピント外で自分の前髪直さないでって感じだけど。ダルバとアナですけど。どっちもこれ PA プラス4の SPF50 プラスなんで、気分によってですね。アリーは伸びがあんま良くない。でも、私的にはカバー力があるから、結構好きでもずっと使ってます。でアリーは結構本当に焼けないって言われてるよね。この2つはすっぴんの時によく使う。伸びがすごくいい。トーンアップ UV なんで、トーンアップするんですよ。こっちがアヌア、こっちがダルバ。
もう伸びが半端ないのよ、これほらね。伸びがすごいですよね。もうトーンアップする、ほら。もう日焼け止め塗るだけでトーンアップするので、だからほんとすっぴんの時は、この2つ。なんかそのメイクその上からする時は結構あり。まあ、ファンデとかもあんま塗らないので、もうこれとコンシーラーで終わりみたいな感じにしちゃってる時は多いです。それぐらい日焼け止めは大事ですね。体なんだけど、アネッサとアリーがやっぱり日焼け止め効果はすごく強いって言われてるから、私ももう本当にそれにのっとって全部その情報を入れちゃう系だから、めっちゃ細かいこと言っていい？これをほぼこう下地に使って、このダルバを首に使ってんのね。こういう感じ。腕はアリーの大きい、ただの白のアリーの日焼け止め。もうほんとごめんなさい。使い切っちゃってないんですよ、家に。オーソドックスなやつですね。体用のやつを腕に塗ってる、いつも。で、アネッサも好きなんですけど、アリーを最近は使ってます。なんかアリーが本当に焼けないっていうのを結構調べても出てくるので、まあアネッサも結構最強みたいだけど、どっちでもいいと思います。はい。まあ私はお気に入りはアリーとアネッサを結構使ってます。あと今アネッサがちょうどなかったので、こうニベアの、まあこれは PA プラス4の SPF50 なんですけど、UV ディーププロテクト&ケアってね、書いてあるからね、ほら。ジェルなんです、これ。ジェル日焼け止め。もうこれトロトロして乳液みたいな。めっちゃトロトロしてるから、もう肌にスッと馴染むので、すごい塗りやすいの。この腕とかに。ただなんか落ちやすい感じがする。擦れるだけでとかね、摩擦とかで。わかんない。これは本当に。アリーとかはやっぱめちゃくちゃ伸びるわけではない分、逆に落ちにくいのかなって勝手な予想はしてます。ただ個人の意見ですけど。まあ、日焼け止めはこんな感じで選んでます。あと一応この UV スプレーですね。これどっちも PA プラス4の SPF50 ですけど、&B の薬用ホワイトニング UV スプレーで、こっちが3カットのパーフェクト UV スプレー。まあ、UV スプレーは一応持っているっていう感じです。クリームケアのね、また塗るのがもうめんどくさくて、今ほんとめんどくさがり屋だし、手がベタベタになるのが本当に嫌なのね。だから、結構こういうのを持ってます。で、あと、スティック状の日焼け止めとか、パウダー状の日焼け止めとか、そういうのも、持ってますね。今年はまだ買ってないんだけど、4種類ぐらいの日焼け止めをずっと持参してます。体育祭の時はもうずっとスティック状の日焼け止めをこうね、塗ってましたね。次。はい、続いてです。続いては、スキンケアです。スキンケアは、例えばダルバの、乳液とかだとダルバのこういう、ウイセラムローションとか、パックは白玉グルタチオンのふりかけマスクとか、本当に全部美白ってついてるものを選んでる。本当にパックとかも何を選ぶかが重要だと思うんですよ。美肌とか、赤身鎮静とか。ほんといろんなこうね、選ぶこだわりみたいなのが皆さんあると思うんですけど、パックとか、化粧水、乳液とかも全部美白ケアのものを今選んじゃってるかなと思います。ニキビがたまにできちゃった時とかは、そのニキビ鎮静のやつが使うし、結構まあ、時と場合によってですけど、洗顔とかも、ロゼットの紫あれもう前も紹介したと思うんだけど、ずーっとあれですね。化粧水は、ナンバーズインの5番のね、化粧水を、まあよく使ってるかな。あと、アヌアのピンク色のやつを使ってたりとか、ナイアチンアミドとかグルタチオンって書いてあるものとか、ビタミンって書いてあるものは大体使ってます。乳液もそうだし、美白って書いてあったから買ったし。とにかく美白って書いてあるものを使うっていう感じです。あとは、もうちょっとコスパいいので言うと、ほら、ずっと本当にこれも言ってるけど、白潤とか、メラノ CC とか、そういう化粧水を使うのも全然ありだと思います。あれも薬用の美白ケアだし、結構今もずっと使ってたから、困ったらまずはそこから買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。次！続いては、インナーケアみたいな感じなんですけど、最近飲み始めたのがこちら。じゃん。G ホワイトっていうこういうね、サプリメントです。これ、1日2粒飲むんだけど、正直サプリとかって人に合う合わないがあるので、ひまが勧めてるっていう、これ勧めてるっていうよりも、そのひまが飲んでるよっていうね、紹介なだけなんで、体に合う合わないが本当にあると思うので、そこは気をつけてください。こういうものもあるよっていうぐらいで見ていただけると嬉しいです。これなんか美白ケアみたいな感じで飲んでるんだけど、
どうなんだろう。なんか、インナーケア系、私本当に効果あるかって正直わかんなくて、一応飲んではいるんだけど、まだわかんない。あ、でも最近なんかすごい、肌白いねって言われることは増えましたけどね。まあなんか、すごいなんかトーンが上がった感じがするとか、よく言っていただきます。エステの方とかに。まあいろんなことをしてるから正直何が効果あるかわかんないけど、ほんといろんなことをしてますね。あとは、ビタミン C のサプリとかもいいと思うし、フルーツをね、めちゃくちゃ食べてます。まあ、フルーツ、めちゃくちゃ食べればいいわけじゃないけど、ただ好きで食べてるだけなんだけど、キウイとかは結構食べてるから、ビタミン C 豊富だし。キウイと、リンゴと、イチゴと、チェリーと、あと柑橘系ですね。みかんとか、オレンジとか。まあそういうのはね、すごいいいと思う。キウイ、1日2個くらい食べてると思うんだけど、今。それぐらいめっちゃ食べてるし、なんかフルーツで結構ビタミン C は摂取しているかなという感じです。最後は、日焼けした日の対処法ということで、もうこれもね、よく紹介させてもらってるんですけど、今日日焼けしたなみたいな日は、意外とその低温でシャワーを浴びたりとか、お湯にあんまり浸からなかったりとか、そういうことを意識してるかな。あとなんだろうな、こすらないとか。お風呂入るときに体洗うじゃん。その時にあんまりこすりすぎないとかも意識したりとかしてるし、やっぱりなんか軽い火傷みたいな感じみたいだから、日焼けって。火傷って冷ますから、それとして、まあ日焼けも冷ますっていうのが大事なのかなって今は思います。あとだから、パックとかもさ、日焼けした日は、まあもちろんこういう白玉グルタチオンとかもいいと思うんだけど、顔のさ、温度を下げてくれるようなパックでも全然いいと思うし、なんかパックをしてみるとかも一個効果としてあるんじゃないかなと思います。まあね、美白ケアは結構大変だし、もうめんどくさいって思うことも結構あるんですけど、でもやっぱり私は美白をね、保ちたいなっていう意志の方が強いから頑張れてるんだけど、ぜひまあ気になってる方はね、参考にしていただけると嬉しいです。はい。というわけで今回こんな感じで以上です。ポン！今日はですね、ひま独自の美白ケアをたくさん紹介したんですけど、いやもう本当にね、地球温暖化でね、毎日ね、暑くなりすぎ。日光も強い。あとね、もう一個いいのあります。ここに、こういう感じで、UV 指数を出せるんですよ、表示に。で、これ UV が強い時ってほんと10とか、もっとかな。14とかなったりするんですね、この UV 指数が。iPhone の設定で出せるんですけど、これを見ると、やばい、もう今日こんなに日差し強いんだ、みたいな。こんなに UV 強いんだ。本当に対策しないっていう感じにもなるので、ぜひここにUV 指数出してみてください。あと分かるようになってくるから、だんだん。今、5ぐらいだな、とか。ぜひおすすめですので、やってみてください。はい。皆さん、今年の夏も一緒に乗り越えましょう。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。明日も頑張りまーす。